どうも、エイジです。今回はイカのさばき方と下処理の方法を紹介したいと思います。まず、イカを開いて掃除する方法と皮を剥いてお刺身にする方法、そしてリング状に筒切りにする方法と最後に湯引きする方法を紹介します。これさえ覚えておけばいろいろなイカ料理に対応できると思いますので、最後までお付き合いください。はじめにイカを開いて下処理していきます。イカの裏面から胴体に縦に切り込みを入れて内臓を取り除きます。手で上に引き上げてゲソと肝を外します。胴体に軟骨が残っているので、これも手で取り除いてください。ゲソから肝を外す前に墨袋を破いてしまわないように指で外しておきます。そうしてからゲソから肝を外します。肝は塩辛やルイベにしたりします。次にゲソの下処理をします。目と目の間に切り込みを入れてくちばしと目を取り除いてください。くちばしは塩焼きにして周りの筋肉の部分が食べれます。とても美味しいです。続いて目を取り除きます。目の部分は使わないので捨ててしまいます。これから胴体やゲソに残りの内臓や汚れが残っているので洗い流していきます。骨抜きやピンセットがあると掃除しやすいと思います。傷みやすいので、できれば氷水の中で洗うことをお勧めします。エンペラの内側も丁寧に洗います。ゲソの吸盤は汚れているので、指でこすりながら洗っていきます。お刺身用に使う場合には、塩で揉んでから水洗いするとさらにきれいになります。内臓の残りがないかチェックしながら洗ってください。くちばしも洗っておきます。水分が残っていると傷みやすいので、しっかり水気を拭き取っておきます。キッチンペーパーで気になるところはきれいにしておきましょう。以上が開いて下処理する方法です。これをお好みの大きさに切って炒め物や揚げ物などにお使いください。次に皮の剥き方とお刺身用に切る方法を紹介していきます。皮を剥く場合はキッチンペーパーや乾いた布巾を用意してください。まずエンペラを外します。ちょっと失敗しました。左手で身を押さえながらゆっくりと引っ張ってエンペラを外してください。次に皮を剥いていきます。皮が剥きにくい場合はイカをまな板に置いてペーパーでこするときれいに取れます。裏面の薄皮も取っていきます。裏面の皮はとても薄いので取れるとこだけ取っておいてください。胴体の皮が取れました。次にエンペラの皮を剥きます。真ん中の部分が硬いので切り落としておきます。そして先ほどと同じように皮を剥いていきます。エンペラの方が剥きにくいと思いますので、こすりながら取っていきます。こんな感じで皮を剥いてください。お刺身用に切っていく前に胴体の下の硬い部分を切り取ります。包丁で削ぐように切り落としてください。次に縦半分に切ります。こちらも真ん中の部分は少し硬いですが、気にならなければそのままでもいいと思います。表面に食べやすいように切り込みを入れていきます。切り込みを入れておくと醤油が絡みやすいので、今回は薄く切り込みを入れていきます。
上の方も全体的に切り込みを入れます。こんな感じで切り込みを入れてください。そうしましたら横に向けて包丁の先の方を使って引くように切っていきます。包丁の先を使うことで包丁にくっつかずに切ることができます。先を丸めるように盛り付けるときれいに盛り付けできると思います。新鮮なイカが手に入ったら試してみてください。エンペラはこの方向に筋が入っているので、筋に沿って細切りにするとコリコリの食感が楽しめます。切る方向はお好みで変えてもらうといいと思います。以上がお刺身の切り方です。次はイカをリング状に筒切りにする時の下処理を紹介します。イカの表の方に軟骨がありますので、軟骨を指で外していきます。付け根を外してから指を使って奥まで外していきます。できるだけ奥の方まで外しておくと肝をきれいに引き抜くことができます。肝を潰さないようにゆっくりと引き抜いてください。ゲソは先ほどと同じように下処理してください。胴体の方は流水で指を使って残ったエラや汚れを洗い流してください。そして詰め物をしたりとかリング状に切って料理にお使いください。最後に湯引きをする方法です。食べやすい大きさに切り分けます。湯引きした後で切ってもらっても大丈夫です。塩をだいたい 1% 加えたお湯で15秒から20秒湯引きしていきます。揚げ物にする際は湯引きをして水分をしっかりとっておくと、絶対ではないんですが生のまま揚げるよりも揚げてる間に油が跳ねにくくなります。それからゲソを生で食べるのが抵抗がある時などに湯引きして冷水に落としてから塩やお醤油で食べても美味しいですね。今回は僕なりのイカの下処理方法を紹介させていただきました。このやり方以外にもたくさんの方法がありますので、一つの方法として覚えておいていただけるといいと思います。皆さんの参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。